皆さんこんにちは。今日は2021年東大入試科学の出題ミスの概要を3分間で説明したいと思います。よろしかったら最後までご視聴お願いします。まず1つ目は専門用語の誤使用です。投量点とは飼料溶液中に存在していた塩化物イオンの物質量と加えた硝酸銀の物質量が等しくなった点です。クロム酸銀が沈殿し始める点は投量点より後になります。通常の滴定では両者の違いは無視できるほど小さいのですが、滴定に用いる硝酸銀水溶液が10のマイナス3乗モルマイリットルと薄すぎたために、投量点 10.7ml とクロム酸銀が沈殿し始める点 16.0ml が大きく離れた値になってしまっています。2つ目は設問 E の選択肢括弧1の正5巻判別できないということです。公表された回答例では正となっています。対象実験で求めるのは真の投量点です。クロム酸銀が沈殿し始める点は対象実験でも目視できませんから求めることはできません。問題説明文でクロム酸銀が沈殿し始める点を投量点と無理やり定義したのであれば、選択肢括弧1は5となります。選択肢括弧1の投量点が真の投量点を意味するのであれば、選択肢括弧1は正と見ることができますが、ただし対象実験が理想的な設定のもとに行われた場合にのみ真の投量点を求めることができます。この理想的な設定は次で説明しますが、対象実験をするときには分かっていないことです。したがっていずれにしろ選択肢括弧1は限りなく5に近いと考えられます。3つ目です。滴定に用いる硝酸銀水溶液の濃度が薄すぎるために対象実験で真の投量点を求めることすら不可能なんです。対象実験で用いるクロム酸カリウム水溶液の初期濃度と初期体積が違うと、対象実験の適定値が大きく異なってしまいます。通常の適定ではこのようなことはありませんが、適定に用いる硝酸銀水溶液が薄すぎるためにこのようなことになってしまいます。正確に真の投量点を求めるためには、対象実験で用いるクロム酸カリウム水溶液の初期濃度と初期体積を本実験の真の投量点と全く同じにしないといけません。しかし対象実験は真の投量点を求めるために行うのですから、対象実験を行うときには真の投量点を知っているはずがありませんね。つまり正確な真の投量点を求めることができる対象実験は実施不可能なんです。適定に用いる硝酸銀水溶液の濃度を100倍超え10のマイナス1乗モルマイリットルにして、投量点とクロム酸銀が沈殿し始める点、これを混同せずに区別すればよかったわけです。